物部川ね。いやー、緑が深いな。今回服部先生が訪れたのは香美市。温暖な気候で清流物部川に沿って豊かな自然に育まれた土地。この近くにね、こだわりのねブルワリーがあるらしいんですよね。ぜひね、楽しみにしてます。とある原料にこだわる高知初のブルワリーへ。ブルワリーの工場だね。うまい飯があるところにうまい酒あり。美食の宝庫土佐高知で同じく豊かな風土に育まれた土佐酒、その究極のマリアージュを料理研究家の服部先生が提案する蔵で会いましょう。今回は特別編ビール。ブルワリーの会社だ。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。服部です。よろしく。はい。よろしくお願いします。土佐子の瀬戸口と申します。迎えてくれたのは社長で醸造師の瀬戸口真也さん。2017年に創業した高知カンパーニュブルワリーは高知初のクラフトビールの醸造所。どんなビールを作っているのか見せていただくと、これが発酵タンクで。なるほど。はい。大きいタンクが1100リットルの発酵タンクで、こういうちょっとちっちゃい私が手作りで作った発酵タンク。これもそうなんですか。はい。こっちは110リットル。110リットル。だいたい10分の1ぐらいです。ビールのフレーバーとなる原料にこだわりがあるそうで、この土佐文旦の皮をビールの麦汁作りの工程で使ってまして、はい、高知県のいろいろな地域資源を活用してコラボレーションするイメージで常にビールを作ってまして。そうですか。はい、こちらは高知の名産を原料にクラフトビールを作っているんです。土佐子と名付けられたビールには文旦の皮と果汁が入ったものや、嶺北地域で育ったお米と仁淀川の山椒を使い苦みが少ないライトな味わいに仕上げたビール、そして赤しそを使ったサワービールは酸っぱ爽やかな酸味が特徴。高知食材を原料にしたフレーバーは常時20種類ほど。中でもおすすめだというのが高知の代表的な食材、柚子の風味がたまらない柚子ペールエール。一体どんな味わいなんでしょうか。柚子の香りしますわ。いいですね。ありがとうございます。柚子の苦みをうまく利用してね、生かしてるっていうかね、この苦みがね、はい、このビールにまたマッチしてるんですね。ああ、そうですよね。その両方の持ち味が生きてるような感じしますね。一番こだわっているところですね、本当に。ビールと高知食材のコラボレーション、そこには瀬戸口さんの信念が。ビールでやる意味は何なのかっていう、ビールの側からのアプローチっていうのを結構大切にしてるので、そういうところを出し切るのにちょっとなんか最初すごい苦戦したというか。今ではクラフトビールの世界大会で銀賞を受賞するなど高い評価を得ている瀬戸口さん。ビール作りで高知に来るまでは地元大阪の電機メーカーで働き、クラフトビールとは無縁の生活を送っていました。しかし高知でこれをやろうと思ったのはどういうなんかきっかけがあるんですか。妻の兄が高知大学に在学してたっていうのがきっかけで、でもそれをきっかけによく高知県に来るようになって、で何度も来てるうちにここに住みたいなと思ったんですよ。なるほど。あともう生涯ずっと何に捧げるようなものづくりをするのかっていうのをすごい考えた時期があって、でその中でビールだなっていうのに気づいたんですよ。そうですか。毎日飲むほどビールが好きだった瀬戸口さん。
27歳の時に一念発起し、クラフトビールの世界へ飛び込みました。醸造技術を学ぶため仕事をしながら、週末になると大阪から師匠がいる島根まで10時間かけて通い、腕を磨いていきました。いろんなね、はいその食材をうまく利用して、はいこの特徴あるものを作られてるでしょ。はい、それはどういうきっかけでそうなったんですか。県外からの目線で高知県を見た時に、高知県の人ってやっぱりずっとここにいるので、すごい多様な食材があることだったりとか、生産者さんの思いのあるような素材とか、でそういうのに対してそれが当たり前になってて、そう珍しくてすごい宝物だってあんまり思ってないように見えたんですね、僕からしたら。でこれをなんかこう視点を変えてビールっていうフィルターを通して表現したら、全然違う見え方というか、この高知県の素晴らしさとか魅力っていうのが見えてくるなっていうので、ビールを通じて改めて高知食材の素晴らしさを知ってほしい。瀬戸口さんは使う食材を決める時には必ず生産の現場に足を運び、生産者の思いもビールに込めていきます。中でも瀬戸口さんが一番力を入れた食材があるそうで、これ茅の木。あ、これ茅の木ですか。はい、そうなんです。日本でもすごい珍しい木なんですけど、クリスマスツリーみたいなね。そうですね。茅の木ってこう囲碁とか将棋とかの碁盤に、碁盤にね、はい、よく使われている木で、ただ碁盤にする大きさになろうと思うと300年生木するのにかかるっていうので、その茅の森を300年の森づくりをどういうふうに回していこうかっていうところの中で、実の活用をしっかりやっていかないといけないっていうところで、食用としては初めて弊社が果肉で使ってるっていうことなんです。それ珍しいですね。そうですね。絶滅の危機から救うため茅を守り、森づくりに情熱を注ぐ生産者の思い。茅の実をビールにしてその手伝いがしたい。しかし茅っていうのはすごく個性が強くて、香りもかなり強いので、一番最初試作した時とかも強すぎてまとまらないっていうか。茅の実は香りが強くアクもあるためビールには向かない食材。独特の苦みをどうビールにするのか、1年以上試行錯誤を重ねました。そして完成したのが茅の実を使ったクラフトビール、茅の森ヘイジーエール。苦みを抑えビターな味わい、森にいるような香りが特徴です。普段飲んでるビールとまた全然違ってね。そうですね。温かい気持ちになるのね。ありがとうございます。これいいですね。ちょっとビールらしいビターさみたいなのも保ちながら、ビールでよく使われるこういうホップを前面に押し出したビールとかじゃなくて、この茅の香りが前面にバッと出てくるハーバルな森のアロマみたいなのを大事にしてますね。今回服部先生がマリアージュするこの一本、瀬戸口さんにどんな料理と合うのか伺うと、カンパーニュとクラッカー、弊社で作ってるカンパーニュというパンと、あと地域の生産者さんの協力をいただいて作ってるクラッカーです。ビールを作った後にモルトのカスがたくさん出るんですけど、それをこう練り込んで作ってます。なるほど。はい、燻製チーズなんですけど、それをこう一緒に乗せて食べる。そうですね。はい。茅の実を使ったビールとの相性は？燻製と相性合いますね、これね。ああ、そうですね。はい。食べてるとこのビールが美味しくなるし、はい。これちょうどこう一緒に食べるとね、非常にうまいんですよね。さあ服部先生、どんな高知食材と合わせましょう？豆板醤ね。ビールに合うんですから、ピリ辛系かな。どちらかというと。服部先生が目指すのはピリ辛。高知の代表食材を使って何を作るんでしょう？いざ実食。
そう、すごいいい香りがしてきますね。でも本当に夏野菜のイメージで、茅野森平治のこうマイルドな口当たりともその豆板醤の効いた雰囲気っていうのも合いそうな気がしますし、葉ニンニクやししとうをたっぷり使ったピリ辛炒め。その作り方は、油を敷いたフライパンに豆板醤たっぷりの生姜を入れ香りを出します。湯がいた豚バラ肉、キャベツ、長ネギ、葉ニンニクを加えたら、甜麺醤、オイスターソースなどを合わせた調味料で味付け。油で火を通したししとう、甘酢に漬け込んだみょうがを入れてさっと炒めます。豚肉とね、生姜、そして豆板醤、この組み合わせの味付けで全体の野菜も引き上げる、そんな感じですね。ピリ辛自体が喉越しの時にね、ちょうどいいねハーモニーになるんじゃないかというふうに思いますね。夏野菜をピリ辛ながらさっぱりと食べられるように仕上げた中華風の一品です。いただきます。いただきます。美味しい。みょうがいいですね。みょうがすごいさっぱりしてる。この辛さもすごい、食欲をそそる。みょうが合う。茅の実のクラフトビールとの相性は、なんか思ったよりも合いますね。合いますね。油を使った料理に対してマイルドな口当たりなのがすごくいい相性っていう感じが、いや全然こう食レポ初めてですけど大げさな表現でもなく美味しいです、すごく。はい、ちょっと自分たちでは知らなかったこうペアリングの境地に至ってすごく学びが多いです。夏野菜とビールのキリッとした味わいが食欲をそそります。服部先生、次はどのお酒と合いましょう？